はいどうも始まりました。今回は歪みエフェクターの基本ということで、歪みエフェクターの使い方、選び方、そして活用方法について初心者の方にも分かりやすいように説明していきたいなと思います。一言で歪みエフェクターって言っても結構いろんな種類がありまして、例えばこちらのオーバードライブ、あっさりした歪みから程よい歪みまでいろいろなサウンドバリエーションを持ってます。そしてディストーションですね。こちらは結構歪みみたいな感じで思っていただければと思います。この後ね音はやっていきますね。そしてメタル系、これメタルゾーンというエフェクターなんですけど、メタル系があったりだとか、あとはファズ、ちょっとね武骨なかっこいい歪みの音がするやつもあります。接続方法はギターにシールドケーブルを挿したら、そのケーブルをインプットに挿します。別のシールドケーブルでアウトプットに挿して、この反対側をアンプに挿します。電池で動かすこともできるものがありますけれども、今回はアダプターを接続していきます。エフェクターはオフにしておいてアンプをつけます。エフェクターはオフになっていると、ここから入ってきた音が基本的には音が何も変わらずにそのまま出ていきます。なので今オフの状態だとアンプに直接つないだようなクリーンサウンドが鳴ってます。じゃあオンにしていくんですけど、ちょっと待った。ここで気をつけないといけないのが、レベルだとかこのボリュームっていう音量のつまみです。これ、初めどれくらいの音量が出てくるかわからないので、基本的には一旦0かな。かなり下げておいた方がいいです。それ以外のつまみは12時方向からスタートするとやりやすいことが多いです。じゃあこの状態でオンにすると、オン！音鳴らないですね。ちょっとずつ上げていきます。こんな感じで使い始めます。なのでこのつまみ一個一個はこのエフェクターがオンになっている時にだけ有効になるつまみなので、オフにしている時はここがどういうつまみのセッティングでも特に音に変化はありません。じゃあ細かい説明をしていく前にどういう音なのかっていうのはやっぱ気になりますよね。オーバードライブは一番スタンダードというか、よくいろんなところで聞く音だったり、あとはすごく使いやすい歪みだったりします。こんな感じでめちゃめちゃかっこいいやつを奏でられちゃう感じです。続いてはディストーション。こちらはさっきのオーバードライブよりも歪み量が増えて迫力のある歪みが出る感じです。続いてはメタル系。このメタル系って言ってますけども、これもジャンル分けするとディストーションに入ります。このメタルっていう名前がついてるやつとかは、結構ですね、さらに激しい歪みというか、めちゃめちゃ激しいですね。続いてはファズです。ファズはね、もうバラバラっていうちょっとね、歪みの質感がね、違うんですよね。荒っぽいんです。わかります？このブチーって言うんです、音が。では初めに弾いたオーバードライブで基本的な説明続けていきたいなと思います。まずここに3つ回すところがありますよね。これノブって言ったりつまみって言ったりするんですけども、それぞれに役割があって、まずはレベルだったりボリュームって書いてあるものですね。これはエフェクターをオンにした時の音量を調節できます。続いてドライブだったり、あとはゲインって書いてあったりするんですけども、これが歪みの量になります。歪みの量が少ないと結構クリーンに近いような音がしますよね。歪みを上げていくと、このエフェクターの味がどんどん出てくる感じですね。そしてトーンは音色の明るさです。左側に回すと暗めというかこもり気味って言ったりするんですけど、もこっとした音になります。
逆に右側に回していくと尖った音がします。トーンについてはエフェクターによってはトレブル、ベースっていう形で広域を調節、低域を調節っていう感じで2種類に分かれてるものだとか、そこにさらにミドルっていうのが付け足されて中域も細かく調整できるっていうような歪みエフェクターもあったりします。じゃあこれを回して音を作っていくんですけれども、どういう順番でどう回せばいいのって感じですよね。でもこれ結構コツをつかむと簡単なんです。まずポイントは12時方向からスタートする。真上に向いてるのを12時方向って言ったりするんですけれども、そしてボリュームだとかレベルの設定については、基本的にはオンオフした時に音量に差がないように設定するところからスタートします。これが同じようになるところでセッティングしてみましょう。あとは自分が出したい音がどれくらいの歪み量なのかだとか、どれくらいの明るさのイメージなのかっていうところに少しずつこう近づけていくような作業をします。例えば歌いながらジャカジャカ弾くようなフレーズの時はドライバー下げ目の方がはっきりジャカジャカが聞こえるので、ちょっともうちょっと下げてみようかなみたいな感じでちょっとスッキリしましたよね。トーンについてはこれはお好みなので、一旦明るめにしたらどんな感じだろうって言ってやってみるんですね。なるほどなるほど。じゃあ今度下げ目だったらどんな感じなんだろう。で、トーンを下げると全体の音量が下がってしまうような機種もあるので、そういう場合はレベルを少し上げてあげます。自分のお好みの位置に少しずつ補正するような感じで使ってみるとまずはいいんじゃないかなと思います。そしてマルチエフェクターの中にも同じような歪みの音がいろいろ入っているので紹介していきたいと思います。マルチエフェクターっていうのがそもそも何ですかっていう方は、この後このチャンネルでも分かりやすく説明していきますので、今のうちにチャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。じゃあ見ていきましょうか。オーバードライブディストーションっていうところがあるので、その中を見てみると、例えばこの GT1 ならこのタイプっていうところでいろいろな歪みエフェクターを選ぶことができます。先ほど説明したようなつまみがこの中にもあって、E レベルって書いてますけども、エフェクトレベルってことで音量があったり、ドライブですね。歪みの量が設定できたり、そして次のページに行くとトーンがあったりします。他にもいろいろなパラメータが設定できたりしますけれども、わからない場合はそのままのデフォルト位置のままで OK です。まずはクランチ。このクランチっていうワードも結構出てくるんですけれども、控えめ、あっさりめな歪みのことをクランチって言ったりして、オーバードライブをあっさりめにかけることによって作ることもできます。どんどん行きましょう。ウォームオーバードライブ。あったかい感じか。マルチエフェクターは1台でね、こうやっていろんな音が出せるのがいいところなんですよね。じゃあ最後に僕から皆さんにとっておきの裏技的な情報を一つお伝えしたいなと思います。例えばエフェクターこれ1個しか持ってないので、オンオフの2個ぐらいしか音色作れないなっていう方いらっしゃると思うんですけども、実は音のバリエーションもっと増やす方法があるんです。なんとそれはこの本体のボリュームをちょっと回すっていうやつなんですね。これ何かっていうと、本体のボリュームを下げると音量が下がりますよね。何の音量が下がるかっていうと、歪みエフェクターに入力される音の音量が下がるんですね。これ実は歪みエフェクター的には面白いことが起きて、入力される音量が下がると歪みの量が下がるようにできてるんです。つまりどういうことかっていうと、入力される信号の量かけるこのドライブの量の掛け算がここから出てくる歪みの音になるんですね。ちょっとやってみますね。普通にボリューム10で弾くとこんくらいの歪みだとするじゃないですか。これを下げるとクリーンになってません。そうなんですよ。入力の量が減ってるから掛け算する片方が下がることによってアウトプットの歪み量が下がってるんですね。これを利用するんですけれども、ボリュームが10の時に自分がベストの歪み量がこれくらいだとしますよね。これよりもあえて上げます。ちょっとわかりやすく結構上げますね。で、これで10で弾くとちょっと歪みすぎなんですよ。ここで8ぐらいに手でこうキュッてできるぐらい。そうすると
こうね、こっちは結構歪んでるのに、もともと自分が出したかった音が出せてるんですよ。これ何がいいかっていうと、10にした時に、なんだろう、こう、ブーストっていうか、迫力のある音に変化させることができるんですね。コードストローク弾きの後に、その後単音フレーズがやってくる時に、単音フレーズの時にここをギュッと上げると、迫力がね、損なわれないっていうかね、単音フレーズがかっこよくなるんですよね。このパターン分けを使いこなすことによって、歪みエフェクター1台で同じ設定でも、こういう音から、ここまでを自由にパッパって行き来できるので、ぜひこのテクニックというか使い方を身につけていただけると、このエフェクターの持ってるポテンシャルをフルに活用しながら、いろいろな音が出せて、臨機応変に対応できて、あとなんかね、かっこいいんですよね。ここちょこっといじって、あ、何今の何今のみたいになったりするんで、ぜひぜひそういう技も使いながら、この歪みエフェクター研究していただければなと思います。このチャンネルではこんな感じでエフェクターの使い方だとか楽しみ方みたいなのをいろいろやってまして、ぜひぜひチャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。コメントだとか高評価もお待ちしております。よろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。